はい、いらっしゃいませ。実施です。今回は EQ マジックについて語ろうと思います。ついにね、私も EQ について語る時が来てしまいましたよ。このエレクトリックなんとかマジックって感じですけどね。周波数を調整する機械のことですね。まだね、本当わからないことだらけなんですが、今回は2つ具体例を出してその奥深さの一端をね語っていけたらなと思う次第です。どうぞよろしくお願いします。皆さんカラオケって好きですか？もう自分は楽器はやるんですけど歌はちょっと苦手なんですよね。サッカーに例えると分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、普段ねボールを蹴ってる人がサクッと来たボールを切り返すっていうの、そういうのは普通にフュって飛んでいくじゃないですか。でもボールを蹴ったことがない人がさ「えいや!」って言ってもさ全然飛ばないっしょ。ボールを蹴るんでもキャッチボールでもいいんだけど、やってる人とやってない人ってね根本的になんか全然違いますよね。やってないとね恥ずかしいことになるっていうのは、僕は歌に関してはそんな感じ、そういう方なんですよ。でもねだから自分からカラオケするところに行くっていうのは本当に一度もないんですけど、先日ね久しぶりに知り合いの方に誘っていただきましてね。でカラオケスナックっていうのかなそういうところに寄らせていただいたらね、思わずね思いがけず気がついたことがねビッグなことがあったんですよ。いやたまに行くとね発見ってあるもんですね。苦手意識があって避けててもね行ってみるとそのね発見っていうのはこの日本のスナックの社会学的な視点とかね、そういうことではないんですよ。あくまでね実質とした音響とかオーディオ視点でございます。というのは僕その時そのカラオケスナック的なところに誘われた時ギターをねたまたま持っていたんですね。っていうかギターを持って出向いた帰りにその知り合いのところに寄ってお酒を飲ませていただいたら、この後ちょっと歌うところに行きますんで一緒にと誘われたわけですよ。経緯はねすいません、ありがとうございます。ごちそうさまでした。省略させていただいて、でお店に行きました。でねいや決していやらしいお店ではないんですよ。歌と酒、音楽的なあくまで音楽的な社交場でございますね。だからいいっすよね、文化的でね。はい。で自分は歌わない代わりにブランデーをごちそうになってね拍手を送りながらねまったりしていたんですけど、こうやって皆さんがね他のお客さんもたくさんいらっしゃってて、それぞれ歌って一生懸命歌ってらっしゃるんです。でそういう曲に耳を傾けておりますとですね、大概自分は知らない曲なんだけど、でもなんとなく曲の構成が一般的、構成ねそれは難しくなくてキーだけ探り当てればすぐにギターでアドリブできそうだぞと思いまして、そういえば今日はギターを持ってるなってことでねギターでアドリブ入れていいですかって提案したんすよ。それでねいいんじゃないですかってことで、このベルベットのソファーの上にねライトケース持ち込んでギターを取り出してお店のお姉様にねマイクを向けていただいたわけですよ。こうやってねこうやってねとりあえず無難なところで演歌っぽい曲でもかけていただいて、で曲が始まったら自分キー下げて、その曲は C シャープだったと思うんだけど、そういうのね和音で展開するのはもうちょっとハードル上がっちゃうんだけど、単音アドリブだけだったらねどこが半音になるかだけ分かってしまえばどうにでもなるやつですよ。でね一弦の高い音とうちのギターねこれ一弦の高いところでこう歌わせていい感じで響かせてってやったんだけど、
でもね、音がね全然出なかったんですよ。お姉さんたちは献身的にマイクをこうそばにこう楽器のそばにこう寄せてねつないかな寄せてくれるんですが、なんかね店のスピーカーからは全然聞こえてこなくて、スイッチが切れるのかと思ったけど、触るとねちゃんとマイクがボコボコと音するんですね。謎でした。弾いて、で曲の終わりぐらいまで来てね、じゃじゃじゃーんじゃーんってこう後半に来て弾く音を低いところに持ってきたら、それはマイクで出たんです。なんでだろうなっていう、この謎お分かりになりますか皆様ママさんが途中で気がついて最後だけボリューム上げてくれたとか。いや実はねこれがね EQ イコライザーだったんですよね。音の周波数帯域を調整する機械イコライザーの仕業とね私は気がつきましたよ。つまりマイクの方はねハイカットが強力に効いてたんですね。こうサバッとサバッと。だからこの一弦のこういう音は全然マイクが拾わなかったんですよね。このぐらいの音になってくるとやっとマイクが拾ってでね、マイク歌声のマイクはそういう設定で、店内に響く音楽は逆だったんですよね。つまりねがっつりローカットですよイラストで示すとこんな感じになるかなと。もうねだからサラサラとしたキレの良い高音を主体にして音楽を流すと歌う人も聞き取りやすいじゃないですか。自分の太い音とこもる音とまた別のサラサラとした音楽が部屋に流れてくればね、どんなに自分の声をブーストして大きくしてもそこは聞き取りやすいんで、だからそこがね分かれてたわけですよ。でなぜこんな極端なことがするかというと、もう完全にねハウリング対策ですよね。いや言われてみればですよ、狭いって言っちゃ失礼だけど、そんな広くもない店内で大音量でかけてスピーカーがすぐ横にあるところでマイクで歌ってもハウリングしないっていうのはね、やっぱ強力なねその特殊な設定がされていたわけですね。カラオケの音楽はサラサラと聴きやすくて、マイクからの音は量感たっぷりでね、もうおじさんがこう大きい声でわーって歌うとブルブルと壁が震えるくらいねもう歌ってる人にだって歌ってる感をねがっつり提供してね。でなんかもうイメージ湧きませんか？このスナックの店内の外に壁越しに響くおじさんの歌声っていう感覚。なるほどねと思いましたね。だからね本当のプロのテノールの人がいらっしゃって、そのマイクでシューベルトを歌ったとしてもねやっぱりカラオケシューベルトになっちゃうんです、音がね。だからナチュラル系の澄んだギターの音とかこう拾おうとしてもねこうは出ないしね、やっぱスナックの音になっちゃう。そういうことかと思いましたよ。このね EQ イコライザーについてなんですが、パッと見ね低音を強くするとか高音を下げるとか、そういう機械ですよ基本的にはね。でそれは誰にでも分かるし、分かるんだけど、でそんなことにね何の意味があるのっていう思いませんか？ハイカットローカットっていうのは極端だけどさ、低音を上げたり下げたりすることにそんな意味があるとは、それで音色が変わるかって言ってそんなに変わらないんじゃないかっていう気がしませんか？ところがですよ、あるんですよ、ヴィンテージ EQ 機材ってやつがね。有名なのはパルティックなんですけど、パルティックっていう機材メーカー、例えばこれ海外オークションでね真空管式の実機レス
P1A が今のドル円レートだと58万になっちゃう。これ単体でステレオで揃えようと思ったら100万超えちゃうんですよねえなんでこのパルティックイコライザーっていうのはそんなにすごいのってね、実はね理由がございまして、まあ他の帯域もそうなんだけど、有名なのは低温調整のノブが2つついてるっていうのがあるんですよ。低温ブーストと低温アテネーション2つついてまして、まあどちらも低温を上げ下げするつまみなんですわそんなの意味なくないって思いません？だってさ、まあ、両方上げたらより強まるし、両方下げればより弱まるし、片方を上げて片方を下げたら普通になるだけでしょね、元通りになるだけ。でも違うんですね。この2つのね、低温ブーストと低温アテネーションが微妙にね同じじゃないらしいんですよ、効果がね。だから一つを上げて一つを下げると全体的には元通りになるんだけれども、その2つの設定のズレが何かを上げて何かを下げるっていう効果がそこに出てくると。でそれがですよそれこそがドラムの質感とかね、アコースティック楽器のアコースティック楽器らしさとかね、歌声の生々しさとかの質感を増やしてくれる周波数のところを調整してしまうというマジックですよね。しかもですよね、このヴィンテージ EQ っていうのは真空管を通すんで倍音が加わるって言いますよね倍音っていうのはね、ある意味ノイズなんです。だから本当に聞き比べるとそれ通さない方が音に透明感はあるんです。その方がナチュラルです。しかしある意味劣化するんだけど、その倍音が音楽に加わるとね、音楽の音楽らしさっていうか、音楽の説得力っていうか、なんか突き刺さってくるものが増えるんですよで聞いた人は気持ちいいと感じちゃうんですよ。例えばですね、ビートルズの音楽とかだいぶ古くて必ずしもクリアな音楽ではないですよね。でも古さを感じる音ですけど、でもね、ポール・マッカートニーの歌声とか心に突き刺さってきやがるんですよ。この心に突き刺さる音っていうのはね、何かの偶然でそうなってるわけではなくて、ちゃんとね、この辺を強くするとその人の心を揺り動かすっていういい感じっていうところを強調する機材をね、意図して作って調整して設定されていたわけです。だから単に流行とかね、ビートルズがかっこいいから女の子がキャーキャー言ってたわけじゃなくて、ちゃんと心に突き刺さり女子を熱狂させる音質っていうその目的で機材が開発されて練り上げられたサウンドだったわけですよ。というわけでカラオケからビートルズまでイコライザーマジックです。自分もまだまだね学んでいきたいと思いますけども、例えばね単純に周波数を調整するっていうことをもちろんイコライザーなんだけど、そこにね別の要素が加わるという考え方もありまして、例えば時系列なこととかね、空間的なこととか、例えば立ち上がりの音はそのままにして余韻の部分の周波数をね低音こう上げるとかねあとね空間処理ですよね。これは僕もやるんだけど、例えば空間系のリバーブで音の跳ね返りの成分の配高を切ると跳ね返りがまろやかになるんですよ。そうするとちゃんと共感みたいな空間の柔らかな広がりはちゃんとありながら、演奏者の演奏がね前に出てくる、ちゃんとリバーブに埋もれずにその演奏自体はちゃんと前に出てくる。
ホール感があって前に出てくるっていう感覚ね。これをどうやって作るかっていうと、案外 EQ で作っていくっていうね、まあいろいろ奥が深い世界でございます。というわけでイコライザーマジックについて皆さんもぜひ精進してご堪能くださると幸いでございます。では、実践でした。ありがとうございました。